こんにちは、ずんだもんです。前回でとりあえず動くようにはなったものの、USB 3.0 や Bluetooth などが使えません。今回は最終設定、つまりポストインストールをしていきます。めんどくさいのは嫌なので、今回もすべてフィクションです。こんにちは、ずんだもんです。今回はポストインストール、つまりインストール後の調整をしていきます。大きく3段階に分けていきます。ちょっと失敗も含めて、まずは USB を MacOS に合わせて15個にすることから始めます。まずはハッキンツールをダウンロードして動かせるようにします。時間はカットしてあります。ここで USB のボタンを押すと、今つながってる USB 端子が出てくることを覚えておきましょう。基本的なハッキンツールの使い方は、お掃除マークを押してクリアしてぐるぐるマークを押すと、今つながっている USB ポートが出ます。その後で USB ポートに何かを挿すと緑色になることです。まず USB2.0 を探すために、差し込みのベロが黒い USB メモリを用意しましょう。調べるマザーボードの裏側の USB ポートの表も用意します。ハッキンツールを起動して、お掃除マーク、ぐるぐるマークを押してから、こんな風に一つずつ差し込んで、どの名前のポートが緑になったかを見てから、さっきの表に名前を書いていきます。今回差し込んだ USB2.0 ポートはこんな風な結果となり、ポート番号との対応はこのようになっていました。このままだとこれ以上の個数の USB ポートを調べられないので、一度使っていない USB2.0 ポート、つまりポート番号のうちいらないものをこのようにクローバーの設定ファイルのコンフィグキーリストで指定してセーブして取り除くことによって USB3.0 のポートを調べます。このようにクローバーの設定ファイルを書き換えて再起動します。今度は差し込みのベロが青い USB3.0 の USB メモリを用意してハッキンツールを起動します。またお掃除マーク、ぐるぐるマークの順に押して1回ずつ差し込みながらハッキンツールで緑に変わるポート番号をメモしていきます。2度目の結果はこうなりました。結果的にポート番号との対応はこのようになっていました。その後、ハッキンツールで必要な USB ポートのみを残す USB ポート KEXT ができたのですが、うまく動きませんでした。がっかりです。そこでもう一つの USB 制限ツールの USB マップをダウンロードして中身をデスクトップにコピーしました。フォルダ内にある USB マップコマンドをダブルクリックして起動できますが、必要なファイルの設定でダウンロードするので、用意するのに少し時間がかかりました。実際にはもっと時間がかかってますが、ここではカットしています。もう使われるポート番号は分かっているので、USB2.0 ポートを制限した先ほどの設定で
起動します。 USB Mac コマンドをダブルクリックした後、 D コマンドでスキャンモードにして USB 2.0 USB 3.0 の USB メモリを差し込んでいきます。こうして一通りの使用できるポートが登録されて色が変わっていきます。 P コマンドで全体を見れます。P コマンドで USB のタイプを設定します。K コマンドで USB Mac KEXT ができます。この KEXT で USB は正常に動くようになります。次は Bluetooth と音声の設定で KEXT というドライバー等を整備します。音声は ALCID が合っているので、単に内蔵スピーカーに合わせれば出ました。必要な KEXT と ACTI の AML ファイルはこの通りです。 KEXT をダウンロードするにあたって KEXT アップデーターという便利なソフトがあるので、ダウンロードして使えるようにしておきます。かなり時間がかかりましたが、ここではカットしてあります。少し動かすのにチェックがいりますが、うまく処理しましょう。AEXT マネージャーというボタンを押して、先ほどの表に従ってこのようにダウンロードのチェックボックスを入れます。ダウンロードボタンを押して、すべてダウンロードが終わったら、デスクトップに KEXT アップデートというフォルダができますので、そこから KEXT ファイルをグローバーの KEXT 以下の各フォルダに上書きします。次に必要な AML ファイルをソルタニアというこの画面からダウンロードしましょう。これが揃えば EFI 領域のグローバーフォルダはこのようになります。一度再起動してみるとわかりますが、 USB 3.0 と Bluetooth が動くことを確認しておきましょう。最後はグローバーの設定ファイル config plist の調整をします。マルドンさんの設定はほぼ全てのマザーボードで動きますが、スンダモンは世界のみんなから聞きました。そして必要な部分を厳選して設定を変えました。設定項目がいっぱい出ますので、全画面表示で見比べて設定するといいでしょう。なおこの設定はスンダモンのマザーボードのためなので、他のマザーボードでは動かなくなるかもしれませんので、適宜世界の人から情報を聞いて頑張って自分の設定を見つけるといいでしょう。カーネルパッチなどはないので省略しました。 SM バイオスツマリ機種の設定は今のところそのままです。これから後の動画で最終的に目指す iMac 20.2 にしますので、ぜひ見てください。これでクローバーの設定は機種を除き終わりになります。見てくれてありがとうございました。